地球の年齢はおよそ46億年です。その46億年のうち 88% に相当する時間。およそ40億年を超えるこの期間を、先タンブリア時代と呼びます。人類の文明全体が、この時間の前では一瞬に過ぎません。先タンブリア時代とは何でしょうか。地球が誕生したおよそ46億年前から、およそ5億3800万年前までの時間です。この期間は、冥王代、始生代、現生代の3つに分かれています。この3つの時代を経て、地球は火の玉から生命あふれる惑星へと変わっていきました。1つ目、冥王代。およそ46億年前から40億年前です。地球が誕生したばかりの時期です。表面はマグマの海に覆われていました。小惑星や彗星が絶え間なく衝突していました。この衝突のうちの一つが、地球の歴史を変えました。火星ほどの大きさの天体が地球に衝突し、飛び散った破片が宇宙へ放り出され、それが集まって月になったのです。冥王代という名前は、地獄を支配する神ハデスに由来しています。それほど地獄のような環境だったということです。酸素もなく、大気はメタンと二酸化炭素で満ちていました。生命が存在するのは不可能に思える環境でした。ところがこの時期の末、およそ38億年前、どこかで奇跡が起きました。生命の痕跡が初めて現れます。グリーンランドの38億5000万年前の岩石から、有機物の痕跡が発見されました。炭素の特徴が、生命活動によってのみ説明できるパターンを示しています。地球がまだ地獄のように煮えたぎっていた頃、すでに何かが生きていたのです。二つ目、始生代。およそ40億年前から25億年前です。地球がある程度冷えて、硬い地殻が形成され始めました。初期の大陸が作られ、海が広がりました。この海で、地球の歴史上最も重要な生物が登場しました。シアノバクテリアです。卵巣とも呼ばれるこの単純な微生物は、光合成を行うことができました。太陽エネルギーを吸収し、二酸化炭素を取り込み、酸素を放出したのです。最初のうち、この酸素は海中の鉄と結合して酸化鉄として沈殿しました。今日、私たちが鉄鉱石と呼ぶ島状鉄鉱層はこうして作られたのです。シアノバクテリアが生み出したこの鉄鉱石は、現在人類が使用する鉄鋼原料の大部分を占めています。微生物が人類の文明を支えてきたのです。シアノバクテリアが残した痕跡がもう一つあります。ストロマトライトです。微生物の群衆が層状に積み重なってできた岩石構造物です。オーストラリア西部のピルバラ地域で、およそ34億6000万年前のストロマトライトの化石が発見されました。現在知られている最古の生命の痕跡の一つです。驚くことに、今日でもストロマトライトは生きています。オーストラリア西部シャーク湾の浅い海で、今も成長を続けています。35億年前と同じ方法で。3つ目、現生代。およそ25億年前から5億3800万年前です。最も大きな変化が起きた時代です。およそ24億年前、第3回ベントが起きました。シアノバクテリアが数億年にわたって酸素を放出し続けた結果、海中の鉄がすべて酸化された後、酸素が大気中へ広がり始めました。大気中の酸素濃度が急激に上昇したのです。これは当時の地球の生命体の大半にとって大災害でした。酸素は当時の生物にとっては毒に等しかったのです。大規模な絶滅が起きました。しかし同時に新たな機会が開かれました。この酸素を利用するより効率的な生命体、真核生物が登場したのです。私たちを含むすべての動植物の祖先です。およそ7億年前から6億年前の間に、地球全体が氷に覆われる事件が起きました。スノーボールアース仮説です。赤道まで氷に覆われたという理論です。地球の平均気温がマイナス50度以下にまで下がったと推定されています。数千万年にわたって続いたこの極寒期は、火山活動によって二酸化炭素が再び蓄積され、長い時間をかけて氷は溶けていきました。そしてこの氷が溶けた直後、多細胞生物が爆発的に出現しました。
およそ5億7000万年前。エディアから生物群が登場します。地球最初の多細胞動物たちです。硬い骨も、目も、口もありませんでした。海底に薄く広がるマットのような形の生物たちでした。そのうちディッキンソニアは、最大の個体がおよそ 1.4 メートル。今日のどの生物にも似ていない、全く見慣れない姿でした。彼らがどのように姿を消したのか、カンブリア紀の生物たちとどのような関係にあるのかは、まだ議論が続いています。結論。セントアンブリア時代は、地球の歴史の大部分を占めながら、最も知られていない時代です。火の玉から生命へ。単細胞から多細胞へと進化しました。地球が今の姿になるために必要だったすべての準備が、この時間の中で行われました。私たちが吸っている酸素、私たちの体を構成する細胞、私たちが使う鉄鋼まで、すべてセントアンブリア時代が生み出したものなのです。現実より面白い想像、ずっと気になっていたこと、ありませんか？コメントで教えてください。次の動画でお答えします。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。